皆さんこんにちは、タサンシマです。今日はポテトサラダを作りたいと思います。はい、では、早速作っていきたいと思います。で、今日はちょっとメークインを使って作りたいと思います。まず、洗っていきます。じゃがいもが、濡れてるうちにラップでくるんでレンジで蒸していきます。まず4分、回してひっくり返してから、残りを入れていきたいと思います。じゃがいももし蒸し器とか持ってる人は蒸し器で蒸してもらってもいいですし、皮を剥いて火を通すよりも、皮付きのまま火を通してあげた方がやっぱり美味しくなるので、茹でるよりかは蒸してあげるっていう風にした方が美味しいと思います。そして、きゅうりなんですけど、きゅうりは、スライサーでスライスします。手で切ってもらっても構わないです。量も、好みでいっぱい入れてもいいし、少しでもいいと思います。きゅうりスライスしたら、きゅうりじゃなくてもレタスとかでもいいし、あとはピーマンをちょっと入れたりしても美味しいので、何か野菜を、適当な大きさに切って、塩します。でこの塩が結構ポイントで、全体のポテトサラダ全体のバランスとしては、ここに今日はハムときゅうりとじゃがいもで作ろうと思うんですけど、ハムは塩分結構強めなので、はい、塩分がしっかり立っている、旨味もあるっていう感じでアクセントになります。できゅうりも割とポテトよりは味はしっかりめにつけていった方がいいと思います。ポテトの方を味を濃くしてしまうと結構なんていうか重たくなりやすいので、具材の方に割と強めの、味をつけといて、ポテトは優しく、仕上げた方が、メリハリは出ていいんじゃないかなと思うので、きゅうりはちょっと割と、しっかりめと言っても大きめの一つまみを今入れて、ちょっと味を見ながらやっていきたいと思います。ここでしばらく置いておきます。はい、で今ちょっとレンジで4分経ったので様子を見て、はい、ひっくり返します。はい、もう一回4分入れます。まだ全然硬い状態ですね。じゃあこのハムを、うちは結構ハムみんな好きなのでいっぱい入れますけど、ハムの量も好みでいいと思いますし、ベーコンを軽く炒めたようなものでもいいし、何かソーセージとかベーコンちょっと炒めたものを入れるでもいいし、だからちょっとアクセントになるようなうまみのあるものを入れるとすごく、もちろん野菜だけで作ってもいいですけど、でちょっと水分があるのでこの水分は拭き取っておきます。今日はちなみに 200g 厚切りのハムということで 200g あるんですけど、うちちょっともう全部使っちゃいたいと思います。これは食べやすい大きさに2センチ幅ぐらいですかねの角切りにしておきます。はい、そしたら、きゅうりを水分が出てきた頃なので、ちょっと絞る前に味を見ておきます。ちょっと絞って味見します。水分を抜くためっていう
ための塩っていうこともあるんですけど、味をしっかりつけるための塩ということでちょっとだけ絞ってみて、それから味を見てちゃんと味がついているかどうかを確認してください。でも逆にそのきゅうりを抜くっていうふうに考えてもいいと思うんですけど、やっぱりポテトの方はマヨネーズで味をつけるので、ポテトの方を濃くしちゃうと結構重たくなってしまうので、きゅうりをしっかりつけておいて、マヨネーズはなるべく少なめにして仕上げる方が軽く食べられるので、そういう風な仕上げ方にしたいと思います。味のバランスとしてはそういう風にしたいと思います。少し塩が足りないので塩をしておいて、ちょっとじゃがいもの今なったので、様子を見てみたいと思います。じゃあ今計8分入ったところなんですけど、もうちょっとかかりそうですね。はい、もう一回4分いきたいと思います。まだ全然硬いですね。ここの窓が曇っていると割と食材から水分が出てきて火が入ってきてるなっていう風な目安になりますので、ここの窓のよく見ておいてください。今ちょっと曇ってますけど、まだ火は完璧に入ってない状態です。じゃあ、きゅうりの方もう一回味を見て、はい、で絞ります。でここでしっかり水分を絞っておくと後から水が出てこないので、はい、ここできゅうりの水分をしっかり抜いておきます。玉ねぎとか入れたい人は玉ねぎをさっと洗って入れてもいいんですけど、すぐ食べる場合はさっと洗ってシャキシャキした食感でもいいと思うんですけど、もしちょっと時間を置いてからも食べたいっていう人は同じように塩で揉んで水でさっと洗って辛みを取ってからしっかり絞るといいと思います。で、火が入ったかどうかの見分け方なんですけど、じゃがいもの側面をこう結構力を、入れてギュッと押してみてください。熱いの私は大丈夫なんですけど、こういう感じで布巾とかでこうギュッと押しつぶしてあげて、もうギュッとこう崩れる感じというかギュッと押されて潰れる感じがすればいい感じで火が入ってるので、今計12分、はい、4分を3回繰り返して12分入って今ちょうどいい感じです。なので2つ分で作るよっていう人とかはちょっと6分ぐらいで火が入っちゃうと思うので、時間は調整してください。600ワットです。でこれを、取り出して皮を剥いていきます。本当はちょっと粗熱を取った方がちょっと温度が下がる間に蒸気が皮と身の間に溜まって剥きやすくなるので、少し置いた方がいいかなと思います。ただこのまま冷めるぐらいまでずっとこう放置しておくと、今度皮のアクとかえぐみみたいなのがじゃがいもに移ってしまうので、あったかいうちに皮は剥く方がいいです。今日はちょっと時間の関係でもう今すぐ剥いてしまいたいと思います。あんまり熱々の状態に剥いてしまうともう蒸気がふわーっと飛んでしまってパッサパサになってしまうので、少し粗熱は取っておく方がおすすめです。じゃあこの皮をいきます。で私はよくこのラップを使ってちょっとこう持ったりとかしてやります。で無理して熱いものを持つ必要はないんですけど、もし熱いものを熱ってなっちゃった場合の対処法として、熱いものを持つのにこうずっと同じ位置でこう持っているとやっぱり熱いので、この重心を変えてあげるというか、ここの指に重心をかけるのかここにかけるのかとか、
持っている同じ指で持っているんだけど、どこに重心を置くかでなんとなくこう変えると熱熱熱っていう風にならなくて、済む人もいるんじゃないかなと思います。で今ちょっと時間を置くとやっぱり皮と身の間にこう蒸気が入ってペロッと剥きやすくなります。では、このじゃがいもが熱いうちに、じゃがいもの方に軽く塩をしておきます。でこれは、マヨネーズだけで味をつけるよりもやっぱり、マヨネーズだけで味をつけると結構重たいべったりした食感になってしまうので、塩でほぼ味をつけてマヨネーズはちょっと軽くっていう感じにしたいと思います。なので、塩分と酸味をマヨネーズを入れる前に少し入れておきます。今普通に2つまみぐらい入れました。そして酸味はちょっと今日ここにレモンがあるんで、レモンでもいいし、レモンでやると結構さっぱりした仕上がりになります。でお酢も米酢とかリンゴ酢とか割とマヨネーズなんで米酢でもいいと思うし、穀物酢でもいいと思うので少し入れたいと思います。大さじ1杯ぐらい入りました。酸味の量は、個人差がすごくあると思うので、調整してください。はい。でお酢と塩を入れたらここでスプーンで潰します。スプーンで潰すと同時に蒸気を飛ばしていきます。でマヨネーズを入れる前に必ず味見をします。ちょっと酢を足そうかな。レモンがあるので、せっかくレモンがあるのでレモン絞ってみます。計大さじ2杯ぐらいの酢が入りました。1杯は米酢で1杯はレモン汁を使いました。でこっちはこの具材の方は割としっかり味がついてるので、じゃがいもの方は優しい感じで味をつけます。今ちょうど食べてもほんのり塩分と酸味が効いてるなーっていう感じにしてあります。はい。で、しっかりほぐれて、粗熱も取れてる状態でマヨネーズを入れていきます。今大さじ4杯ぐらい入りました。はい。でここでもう一度味見をして、はい、ちょうどいいと思いますので具材を入れていきます。でしっかりさっと混ぜ合わせて、はい、では盛り付けていきたいと思います。これその日に食べるうちはこのままの状態でいいんですけど、ポテトなのでどうしても時間が経つと結構味を吸ってしまってパサついたりとか、あと味が薄くなってしまったりということがあるので、2日目以降に食べるよっていう人は少し味を濃いめに最初からつけておくのもいいかもしれないです。それか、今日も食べてまた何日か後に食べるよっていう人はその次に食べる時にちょっとやっぱり味見をしてマヨネーズとか塩とお酢でもいいんですけど、少し味を足してあげた方が美味しく食べれるかなと思います。はい。で具材も、今日は結構
たっぷりめのきゅうりとハムを使いましたけど、味のバランスじゃないよ、具材は何でもよくて、こうフレッシュ感のあるレタスだったりピーマンだったり人参とか入れてもいいですし、野菜、フレッシュ感のある野菜プラス旨味を持っている食材、ハムとかベーコン、ソーセージ、ツナでもいいですし、なんかちょっとお魚とかそういうサーモンのマリネとか、あとスモークサーモンとか、そういうなんかちょっとシーフードをさっと茹でた、塩をしてさっと茹でたものとか、塩分と旨味があるものをアクセントにするっていうことと、味のバランスとしてはポテトは優しく、マヨネーズは少なめにしてあげて優しくすることで軽く食べられるし、メリハリもできるので、飽きずに食べることができるかなと思います。はい、これでポテトサラダの完成です。分量は概要欄のところに貼っておきます。ぜひ作ってみてください。それではさようなら。